はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日は天気が良くてですね、ついつい表出ましたが、これからこのエッセンがあるのをちょっとディーラーまで用事があって行きます。天気良かったのでね、いいなと思ってますけど、今日はもう残念ながら一人です。妻は仕事なんで、今日は一人で、ディーラーまで向かってます。天気がいいから高速とか混んでそうな感じだったんですけど、道路情報を見るとなんかガラガラっぽいですね。よかったなと思ってます。高速道路でまたクルーズコントロールで制限速度ぴったりで行きたいと思ってます。このエッセンがあるのですね、ご覧ください。メーターがですね、変えられるというか、こうなんですね。こうやったり、私こっちのメーターの方が好きなんですね。好きなんです。傾けた角度とか出てですね、今日一番傾けた角度何度みたいなのが出ます。真ん中にですね、結構細かいことまでいっぱい出てるんですけど、まだ何が何だかよく分かってません。こういうコンピューター化してるバイクってなかなか全てを自分のものにしようとしても無理ですよね。無理ということで諦めて、使えるものから順次使っていくみたいな、そういう感じで、いつも乗ってます。車も同じです。それではこれから高速道路入っていきます。もう先日初回点検も終わったので、なんとなくこう走りも軽やかになってきたなっていう感じもしますね。で、クイックシフターも使えるようになりましたので、いや、このクイックシフター本当楽です。クラッチ握らないで全然ギアチェンジできるし、こんな楽なものを考えた人っていうのは素晴らしいなっていうふうに思ってます。今22度ですね、傾きが。これから本線に入っていきます。じゃあ早速クルーズコントロールね、セットしていきたいなと思ってます。はい、80キロでクルーズコントロールセットしました。制限速度80キロ。80キロですね。はい。いやー、いい天気ですね。山が綺麗ですよね。すごい。なんか、やっぱり寒くなってきてるんで、空気も透き通ってるから、なんか遠くの方がよーく見えるようになってきてますね。気持ちいいです。今日そんな寒くもないし、最高です。すごいですね。紅葉が綺麗ですね。せっかくですので、私が、先般白バイに、どんな白バイに乗ってきたのかってお話をしたんですけど、今度は、個人的にですね、バイクの免許を取ってから、どんなバイクを乗り継いできたのかっていうのを、ご紹介させていただきたいと思います。16歳でまず原付の免許を取りました。16歳の、誕生日の日に原付の免許を取りに行ってですね、最初に、購入したバイクは、ヤマハの MR50 というバイクです。2サイクルの、いわゆるトレイル車っていうんですかね、モトクロスタイプのバイクですね。で、なぜこれを選んだのかっていうとですね、当時本当に原付どれにしようかって迷ったんですね。で、候補に上がったのはこのヤマハの MR50 と、
当時スズキのハスラー50、そしてホンダの CB50 ですね。で CB50 はロードタイプでしたので、友達が乗ってたんですね。それかっこよかったんで CB50 もありだなっていう感じはしていました。でもなんとなくですね、ハスラー、スズキのハスラー50っていうのもちょっと惹かれてですね、でヤマハの MR50 っていうのも実物走ってるのを見たら、もう音がですねすごく良かったので非常に迷いましたね。この 3種類ですね。迷った結果決めたのがヤマハの MR50 でした。2サイクルでですね、オイルが燃えるあの匂い、もう止まんなかったですね。でマフラーがですね、後ろの方をちょっと切り上げたようなマフラーで白い煙を吐きながらですね走っていくですね。でエンジンは高回転の音、甲高い音を出しながらですね走っていくあの姿、MR50 は買って良かったなっていうふうに思いましたね。で次に乗ったバイクはその後ですね、半年ぐらいでやはり原付では物足りなくなってしまってですね、自動二輪の免許を取りに行きました。で当時は一発っていうか試験場直接で、取る方法しかありませんでしたので、試験場にですね、直接取りに行きました。試験場の試験車は CB の350でした。で1回目行った時はものの見事に落ちました。落ちた理由はクランクでですね、クランクうまく入れて、これはいけるなと思ったんですけど、そのいけるなと思った瞬間に隙ができたか気が抜けたか知りませんが、出口のパイロンを引っ掛けてしまって即試験中止です。試験官の人が言ってましたけど、今でも覚えてますが、パイロンは人と同じだと、引っ掛けた瞬間に交通事故なんだよって言われたんですね。だから試験中止なんですよっていうふうに丁寧に説明を受けたことを今でも覚えてます。で悔しくて、しっかりと練習していきなさいって言われたんですけど、練習する場所がなくて、しょうがなくて、自分の MR50 をブンブン乗りながら練習したつもりになって、1週間後にまた試験場に受けに行きました。2回目です。2回目はですね合格しました。最初に落ちたクランクもですね難なく通り過ぎて、その時にこれはいけるっていうふうに思わなくして、最後まで集中してですね、どっかで失敗したら落ちるかもしれないっていうのを、そういうことを考えながら慎重にいったら、なんとか最後までゴールインして、ドキドキでしたけども合格でした。それで大型というか自動二輪の免許を取りまして、当時は原付と自動二輪しか免許は二輪はありませんでしたので、自動二輪の免許を取って、その後乗ったバイクがホンダのエルシノア125です。これもいわゆるそのモトクロのトレイル車なんですけど、これなんでそれに決めたかっていうと、当時の CM ですね、コマーシャルにやられてしまいました。当時アメリカの映画俳優でスティーブ・マックイーンっていう映画俳優がいたんですが、彼がこのホンダエルシノアの CM をやってましてね、うわーかっこよかったですね。もうこれしかないと思ってそれを買って乗りました。非常に軽快に走る、オフロードでもそうなんですが、オンロードでも全然問題なく、峠道もヒュイひら走ってくれましたね。でオンロードのいわゆるその舗装路だと後輪がカーブするためにちょっと滑るんですよ。スライドする、スッってね、あれがまたたまんなくて、時々いわゆるその逆半を切るみたいな、コーナリングしてる時にですねお尻が滑って、あれがまたたまんなかったですね。でホンダエルシノアを買って、これいいバイク買ったなと思ったんですけど、ただ一つ難点がありました。
エンジン周りからのオイル漏れがひどくて、もう何度も何度もパッキン交換をしてもらったんですけど、結局ダメでしたね。はい。でその後に、乗ったのが、ホンダの CB550 コアですね。いやこれはもう、まあ、CB750 にしようと思ったんですけど、で550フォアが出てですね、なんか7班よりなんかかっこよく見えちゃってですね、マフラーがまたなんて言ったらいいんですかね、パイプのような感じの先っぽがですね、一回縮まってからまた広がるみたいな、そういうマフラーの4本出しのマフラーで、音はまさに CB750 コアの、4気筒の重厚感のあるいいエンジン音だったんですね。吹かした時にあの音を聞いたらですね、いやこれだと思って、それを乗りました。これを乗ってた時には友達とよくツーリング行きましたね。はい。2サイクルのバイク乗っていた時には、いわゆるそう、2サイクル用のエンジンオイルですか、これをですね持っていくというか、それを心配しながら走ってましたが、4サイクルになると、4サイクルになると、いわゆる2サイクル用のエンジンオイルいらないので、持っていく必要もないので、非常に安心してツーリングに行きました。おかげで結構長距離ツーリングをですね、550フォアの時には、しました。友達も CB の350に乗ってた友達がいたので、2人でよく長距離ツーリングしましたね。覚えてます。でその次に乗ったバイクが同じやはりホンダなんですけど、ホンダの CB750 の F ってやつですね。4気筒の2本出しマフラー、これはねもう形っていうかですね、スタイルに負けましたね。かっこよすぎた。当時もうバイク乗るならこれしかないなと思って乗りました。当時私も白バイに、乗ってですね、ちょっと経ったぐらいの頃だったので、白バイに乗るとちょっと同時ぐらいの感じでその CB750F を購入しました。いやーかっこよかったですね。あの形今でも忘れないですけど、今もしこの、時代に出しても他のバイクに負けないぐらいのバイクだったような気がしますね。乗り味も最高で吹き上がりも良くて、それもロングツーリングにも全然向いてるし、ハンドルの位置も非常に、乗車姿勢に全く影響が及ばないような、非常にバランスの取れた形のいい、いわゆるもうかっこいいで乗りやすい、パワー的にも十分、そういった本当にいいバイクでした。そのバイクを結構長く乗ってですね、その後に乗ったバイクがなんとロードバイクからまたちょっと離れましてですね、ヤマハの TY250、これはトライアル車ですね。当時私トライアルに凝ったことがありまして、でヤマハの TY250 が出まして、当時ですね、いやこれしかないなということで、TY250 乗ってトライアルをやりました。いやいいバイクでしたね。2サイクルで、トライアルやるには本当に乗りやすくてパワーもあるし、やりやすい、乗りやすい、鬼門を通過するっていうかね、関門を通過するのにも結構楽に、瞬発力もあって、なんですかね、凸凹の崖とか登るのも結構食いつきが良くてですね、結構トライアルでは楽しませてもらいましたね。そのおかげで結構バイクの腕も上がったのかなっていう感じもしてますね。
その後ですね、ちょっと間隔が空くんですけども、ホンダのVFR、800ですね、乗りました。はい、白バイでも使われましたけども、これもなかなかのバイクでしたね。パワーもあってですね、はい、いいバイクでしたね。で、意外に燃費も良くてですね、パワーもあって燃費も良くて取り回しも楽で、まあ小気味良い走りをしてくれましたね。で、白バイの VFR も乗ったことあるんですけども、非常に取り回し楽ですよね。小さいところを回ったり、スラローム走行っていうのがあるんですけども、それでもかなり、スムーズさを発揮してくれましたね。いいバイクでした。で、その後ちょっと仕事の関係上ブランクが空きましたね。ブランクが空いて、それで再度購入したのがこの BMW の S1000R にリターンしました。リターンライダーです。はい。そういう、私の、個人的なバイク人生ですね。白バイ乗り、私的にも、本当はもっともっとたくさんのバイク乗りたかったんですけど、仕事の関係でなかなか乗れなかったっていうのもありますし、一時期ははっきり申し上げて、前にもお話ししたんですけども、バイクをですね、もう諦めたっていう時期もありましたので、再びこうしてリターンできたのは本当ありがたいなと思ってます。今もとっても幸せな気分で乗ってます。すいません、そんな私のバイク人生でありました。本日もご視聴ありがとうございました。これからディーラーに行ってまいります。それでは皆さん、ご安全に。